こんにちは。この動画では大崎にあるフリーの本社オフィスの各エリアとコンセプトをご紹介しています。スモールビジネスを世界の主役にをミッションに掲げる私たちが価値を生み出すために働く楽しさにこだわったオフィスをご覧ください。フリーではオフィスのことをネストと呼んでいて、ここ大崎にある東京本社のことは大崎ネストと呼んでいます。フリーにとってのオフィスとは、そこに集い、一人一人の熱意や共感が生まれ、伝播し、フリーヤーズとフリーがどんどん成長していく場であってほしい、そんな思いが込められています。大崎ネストは2022年8月に移転しました。楽しさダイバーシティというコンセプトを掲げており、1000名弱のフリーヤーズの個性や楽しいと思うことをざっくばらんに出し合い、それを形にした遊び心いっぱいのオフィスとなっています。18階から21階の4フロアには、ツバメが海を渡り、大地と森を抜け、空へ飛び立つことをイメージし、フロアテーマを18階海、19階大地、20階森、21階を空としています。また、大崎ネストの各フロアは4つのエリアに分かれていて、フリーのプロダクトである会計フリーにちなんで、それぞれプラス、マイナス、かける、割るの四則演算となっています。待合スペースに入るとロゴが反転してしまうのが悩ましいねと議論していたのですが、それならロゴの裏のニュアンスを生かしてフリーの裏側を表現しようとソースコードをプリントしました。ツバメの目の位置にある QR コードを読み込むと、フリーのエンジニアリングの歴史がまとまったページが表示される仕組みです。こちらは通称振り返りと呼ばれる歴史資料館です。世界の会計やそれにまつわる道具の歴史を楽しく学べる場を作りました。日本における会計の発展や世界の会計の歴史の中でフリーがどういった立ち位置にあるのかをご紹介しています。こちらフリ出しではフリーのノベルティグッズを購入することができます。コンセプトはみんなが店主になれる新名所。商品を載せているこちらの台はお祭りの出しのように可動式になっていて、分割して持ち運べるので、フリーのお宝を載せてイベントなどにも出店することができるものとなっています。21階にはご来社くださったお客様と打ち合わせができる会議室をたくさん揃えています。それぞれの会議室の名前のテーマはフリーのユーザーさんの産業分類となっています。こちらは保育という会議室で、中にはユーザーさんと保育園の写真が飾られています。執務室内には約50室の集中ブースが設置されています。ワンオンワンや機密性の高い会話をする際や集中したい時などによく使われています。集中ブースも含めると大崎ネストには100以上の会議室があります。会議室名にはフリーのプロダクトにちなんだネーミングがされています。例えば打刻やサブロクのような人事労務や現金、買掛金などの勘定科目、取引や帳票のように受発注をテーマにした会議室もあります。ここからはコンセプト会議室についてご紹介します。大崎ネストを作るにあたり、社内から新しいオフィスにあったらいいなというフリーヤーズの妄想や夢を社内 SNS で募ったところ、なんと216ものアイデアが集まりました。それをオフィス移転プロジェクトチームでリスト化し、フリーのカルチャー、ブランドの視点から何があったら楽しいかを考え、できたものの一つがコンセプト会議室です。では、どんな会議室があるのかを見てみましょう。こちらは通称社食と呼ばれる会議室です。今実際に使っているようなので入ってみましょう。会議ができるのはもちろん、誰かが〇〇作るよと社内 SNS で呼びかけると、いろいろな部署からメンバーが集まってワイワイしたり、メンバーが交流できるハブとなっている場所です。皆さん楽しんでますか？イエーイ！料理をするだけでなく、こんな感じでコーヒー好きのメンバーがコーヒーを入れて振る舞ったりなどもしていますよ。
こちらの会議室は DJ ブース、ダーツやビリヤード、カラオケを備えたパーティー会議室、その名も年末調整です。通常のミーティングのみならず、夜間はまさにパーティールームとしての本領が発揮されていて、チームビルディングや歓送迎会、DJ 部の部活などなど、チームを横断した集いが日々開催されています。こちらは現物支給と呼ばれる会議室です。現物支給されるものとは、なんと駄菓子です。現物支給は思わず話さずにはいられない駄菓子屋がコンセプトの会議室で、駄菓子を手に取りながらリラックスして会議を行ったり、ざっくばらんに話すことでアイデアが生まれやすい仕掛けがされています。こちらのフリーアイスクリームは実際にアイスクリームが入っている冷凍庫になっていて、毎週金曜日に補充されるアイスクリームはフリーヤーズに大好評です。この冷凍庫や会議室の扉や内装も時代を感じさせるような古びた加工がされていて、本気でオフィスの駄菓子屋を再現しています。こちらはゲーム好きの有志のメンバーが企画し実現した遊び心満載の会議室、その名もボーナスです。今フリーヤーズがちょうど中でゲームを楽しんでいるようなので、ちょっとお邪魔してみましょう。懐かしのものから最新のものまで数多くのゲーム機があるので、楽しいゲームを通じてこのように数々の交流が生まれています。こちらの会議室は副業と呼ばれていて、本格的なものづくりができる設備が揃った DIY 会議室です。この会議室の企画メンバーの一人、ダーソエさんに来てもらいました。ダーソエさん、ここではどんなものを作っていますか？はい、この会議室は、見ての通り結構木工用の機材だったりだとか、あと、電子工作用のハンダゴテとか、あと 3D プリンターなんかも置いてあるので、結構皆さんいろんなものを作っていて、この今座ってる椅子とかテーブルとかもオフィス移転でこの会議室を作るっていう段階で、実際にこの部屋で作ったものだったりします。こちらは貸借対照表という会議室です。フリーのオフィスの中で唯一和風の空間となっていて、畳の上でくつろぎながら会議をすることができます。貸借対照表を挟んで右側が貸方、左側が借方の勘定科目の会議室になっています。ここは通称遊び場と呼ばれているエリアです。オールハンズを行ったり、外部へのプロダクトのプレリリースなど、イベントの際に使われています。このように壇上を取り囲むようにひな壇があり、好きな場所に座ってオールハンズなどに参加することができます。またこちらではお昼にはお弁当を販売しているため、ランチをしたり、フラッと来て他のメンバーとおしゃべりを楽しんだりと、フリーヤーズがワクワクした気持ちになれるような場所となっています。各フロアにはリフレッシュカウンターが2カ所から3カ所あり、ちょっとコーヒーを飲んで一息つきたい時や、他のフリーヤーズとの偶発的なコミュニケーションの場としても活用されています。たまには自分の席ではないところで仕事がしたい、少しリラックスがしたいという時に活用できるスペースをご紹介します。こちらヤホヤホキャンプ場と呼ばれるキャンプ場を再現したフリースペースです。森の中でキャンプをしている時のような気分でリラックスをしながら仕事をしたり、仲間と語り合える、そんなスペースです。こちらにはなんとビーチが出現しています。ハロハロビーチと呼ばれるこちらのエリアには、床には砂浜のようなカーペットが敷かれ、壁には波の壁画が描かれています。こちらは通称ツバメ図書館と呼ばれるライブラリーエリアです。集まることを大事にするフリーオフィスの中でも、一人で落ち着いて過ごせる空間となっています。フリーには書籍費フリーという福利厚生制度があり、業務に必要な書籍を会社負担で購入することができます。こちらの本棚にはその制度を利用して購入されたビジネス書や技術書がずらりと並び、自由に手に取って読めるようになっています。フリーには大崎以外にも全国に拠点があります。その中でも
関西ネストと大崎ネストにはリアルタイムに話すことができる大型スクリーンが設置されていて、こちらがそのスペースです。隣というこちらのスクリーンは等身大で、遅延もなくシームレスにやり取りすることができます。大崎と関西にまたがるエンジニアチームが一緒に開発を行ったり、ミーティングをするのによく使われています。フリーのオフィスツアーはいかがでしたでしょうか。リモートでも仕事ができる時代ですが、フリーは集まってコミュニケーションをとることがミッション達成に必要不可欠だと考えています。ネストでの新たな出会いが仕事でも仕事以外でもフリーヤーズの人生を豊かにしてくれると信じています。ご視聴ありがとうございました。フリー